どうも、ダイキングです。終わらせよう。iPhone 16E が登場いたしましたので、iPhone この 16E、16、15、どれを選べばいいんだとお話ししたいかなと思います。もちろん詳細スペック比較もするんですが、結論から言うと iPhone 16です。16買ってください。終わりです。今回の動画。ただなんでかっていうのはもちろん知りたいと思いますので、詳細をねお話ししていきたいかなと思います。今回比較表じゃないんですけども、価格を並べてねこう見たりとかですね、主な違いはね、これ前回の動画もお話ししてるんですが他だったり、これだけ見せるよって感じかもしれないですけども、あと買い替えガイドみたいなところも作ってみましたので、迷ったらもちろん iPhone 16がおすすめっていうことは結論なんですけども、もうそれ以外見なくていいんだけど正直一応この推奨みたいなところもお話ししますので、僕の説明を聞いた方が分かりやすいと思うんで、ということで一旦これ比較をさっとしていきましょうか。左から 16E、16、15という感じで、今回登場したのがこの 16E ですね。カラーバリエーションがホワイトとブラックのみです。もうめちゃくちゃシンプル。すっごい僕迷ったんですけどホワイトにしました。今ね MacBook がスターライトっていうホワイトっぽい色なので、直感的にはこのマットなブラックねすごいいいなとは思ったんですが、 99,800 円カラーになってます。いろいろ賛否あるけど意外と悪くないかなと思ってる。で16に関してはウルトラマリン、ティール、ピンク、ホワイト、ブラックという形で結構多いです。あとカラーインフューズドガラスというものが使われているので、微妙に質感とかはやっぱり16とか15の方がいいのかなと思います。背面ガラスは一緒だけど、15はピンク、イエローがありますね。グリーン、ブルーなっております。少し、ブラックは違うけど基本的には薄めの色になっておりますね。で価格が12万、16が12万4800円、だいたい約2万5000円差、2万5000円か。で15が11万2800円なんですが、16でいいと思います。カラバリね。価格については後ほどねお話しします。容量とかで概要のところなんですが、画面サイズが全部一緒ですね。でガラスの背面とカラーインフューズドガラスになってます。このガラス自体に、もう色がこう入ってる、入れられてるっていうね、着色されてるっていうのがなんていう特殊な構造になってるみたいです。アクションボタンがね、入ってますね。セラミックシールドは全部入ってるかな。この機能の割り当てっていうのがね、ミュートボタンだったところが全部、いろんな機能が割り当てれるっていう形にはなってます。カメラとか、PayPay とか割り当てても面白いのかなと思うんですけども、で15に関してはこの消音、今までの消音スイッチになってますね。で大きな違いはやっぱ Apple Intelligence がね iPhone 15には載ってないというところかと思います。なので、チップ性能がですね A18、ただ、16E に関しては GPU が1個、引かれてますので、ゲーム面とかは若干劣るのかなと思いますが、そんな変わんないと思います。1コアしか変わんないんで。15は、2世代前かな。A16 チップになってます。普通に使う分にはそんな関係ないかなっていうところ。で、カメラのところなんですが、iPhone 16のみ、カメラコントロールっていう機能が入ってます。このボタンのところでカメラを押したりとかズームとできるものにはなっております。使いやすい、あんまり僕は使ってないです。ただ正直16のみの搭載になっておりまして、 16E はカメラ1個なんだけど2倍ズームっていうのが使えるようになってます。基本的な違いとしては 0.5 倍ですね。ディスプレイは一緒。カメラコントロールはね、クリックしたりとか、長押しとかね、いろいろ機能あるんですけど、この 0.5 倍が結構広めな画角で撮れるもので、1倍、通常の倍率ですね、1倍2倍はできます。であとマクロ撮影とか、近寄っていうのね、もうちょっとこれ気持ち悪いからやめとくけど撮影もできるのは 16E、じゃあ16のみですね。マクロ撮影、ポートレートとかも、あとポートレートもどうやら基本的には人のみになってます、16E は。なんであんまカメラ気にしないっていう人だったらそんなにあれなのかなっていう感じなんだけど、動画とかは基本一緒かな。でもね、後ほど詳しくは見るかな。ズームオプション、あと 16E に関してはダイナミックアイランド搭載されておりません。この上の今までノッチだったところが充電した時とかね、例えばAirPods つながった時とかもそうなんですけど、いろんなアプリが起動した時に応じて、動きをしてくれます。便利といえば便利なんだけど、送っても別に大丈夫かなっていうところはある。今までねなかったわけですし、ダイナミックアイランド、で緊急 SOS とか衛星通信とかに関しては、あと衝突事故検知とかね、緊急 SOS で衛星通信で呼べたりするっていう機能があるんですけども、Wi-Fi がないような感じの山の上とかなんかね、
あと衝突事故、車で事故った時に、巻き込まれた可能性があるようですみたいな SOS を、これは自動で送ってくれるみたいな、そういったのは全部ついてます。でバッテリー時間が、後ほど詳しく見るけど、やっぱ 16E がかなり良くなってるのかなと思います。で今回あと USB-C は全部対応しましたね。あとFace ID は全部共通でございます。5G も対応してますね。あんまり 5G 今のところ使える場所がねっていうところなんですけど、あと防水性能とかもね全部同じでございます。はい、で一番違いといえばやっぱりこのマグセフ充電っていうのがね対応してないところですので、iPhone16 が最大 25W、充電速度も速くなってます。このカチッと磁石でくっつけて充電できるっていうところですね。なんでケースとかカード入れとかアクセサリー類とかねいろいろなんかスマホリングとかつけれたりねします。で16位に関してはそれが使えないっていう感じですね。こんな感じでウォレットみたいなのつけれたりね、アクセサリー類、こういうのができないっていうところはある。ただケースをつければ大丈夫かなっていう気はするんだけど、充電速度とかは遅いです。有線で充電しろよっていう感じかな。で価格については後ほどお話しするので、ざっくりこんな感じで25,000円、1万2,3000円ぐらいの差ですかね。16、15、16E。ディスプレイに関しては基本的には同じですね。OLED、ノッチにはなってるけど、これ 16E ですけどね。OLED のディスプレイ。さっき見てもらったダイナミックアイランドがないぐらいで、ただ、最大輝度っていうのがね、800ニットなんで、若干ここは違い出てくると思います。明るけば明るいほどなんか綺麗に見える。これはなんか、他の人に新しい、iPhone を渡してみたら言われたんですけども、画面が綺麗だねって言われることが多いんですよ。ここはなんで注目ポイントで、サイズ感とかは基本的にもうほぼほぼ同じです。結構大きくなった印象を受けるかもしれないんですけども、意外とね SE3 とかと比べてもそんなに、重さは 20g ぐらい増えてはいるんですが、そこまで変わんないです。はい、防水とか、一応カメラに関しては基本は一緒なんですよね。超広角カメラがないという、広い画角で撮れるやつが。でただこの光学式手ブレ補正っていうのがちょっと古いものが入ってるんですよね。16、15はセンサーシフト式なんで動画を撮る人とかはやっぱり16とかの方がいいのかなと思います。手ブレが若干弱いかなっていう感じ。ズームオプション、あとこのフォトグラフスタイルっていうのが昔のスタイルになってます。最新世代の方が、使いやすいのは使いやすいかなと思いますね。フォトグラフスタイル、色味をね自分でこう変えやすくなりました。だいぶなんていうのかな、ゴールドとかいろいろ決めれるんだけど、こういう感じでね直感的にこの白いところをこう動かしてなんて色味を変えるみたいな感じなんで、すごい使いやすくはなりましたね。でも写真興味ない人だったら全然、いらないかなっていうで真っ黒とかはいいかな。空間写真とかは気にしなくていいと思います。動画もアクションモードとか、かな。GoPro みたいなモードが、手ブレ補正ですね。手ブレ補正っていうか、超広角カメラで使うので、使えないっていうところだけど、そんな気にしなくていいかな。基本的にはこのシネマティックモードが使えないのがちょっと動画とかね、気になるんじゃないかなと思いました。で被写体ですね、背景をこうぼかしたりとか、本当にこう映画みたいにこう手前に今フォーカス当たってると思うんですけども、こっちの人に焦点当たってるけど、すごいこうやって後ろに焦点を当てたりとか、なんで手前がぼかしたりとかね、映画のようなこう映像が撮れるっていう感じではあります。これiPhone13 から載ってます。気になるところといえばその辺かな。アクションモードはね、僕はあんまり使わないですね。ただもちろんこの、手ブレ補正がね、センサー光学式か、ちょっといいものが入ってるっていうところ、この辺は差別化されてます。オーディオミックスとかそこら辺は入ってるので、15は入ってないけどね。で、フロントカメラに関しては、基本ほぼほぼ同じですね。インカメラはそんな気にしなくていい気がする。シネマティックモードがないぐらい、さっきのぼかし入るか入んないかみたいなところが。通信のところに関しては、Wi-Fi6、1個前になってますが、7もね、これ対応の Wi-Fi ルーターがないと意味がないので、この HSDPA がここら辺はなんか通信のね、規格のチップらしいんですけど、デュアルセルだったかな。ハイスピードなんたらこんたら、これが入ってると周波数が確かなんか増えるみたいな感じらしいんで、対応してる周波数帯がちょっと16位に関しては、なんで通信スピードとかに関して若干差は出てくるかも、キャリアとかによっては。であとこの超広域帯チップっていうのがあと16位も、入ってないのかな。それなので、例えばこの AirTag とかで、すごいなんだか詳細の位置とか知るんであればこんな感じかな。何メートル先とかこれ対応してないと使えないんですよね。大体の位置が本当に分かるっていうところ。このメートルとかがなくてなんとなく
の位置だけワーンって出てくるここの辺りですよみたいな形になると思います。スレッドネットワークは、スマートフォン向けなんでそんなに気にしなくていいかなと思います。あとナビ IC みたいなの追加されてる、これなんかインドのここら辺はGPS の規格というか対応、衛星かな対応してるかどうかみたいなんで、そこまで気にしなくていいかなと思いました。大体同じで、バッテリーのところに関しては、後ほど詳しく見るからいいか。一応 16E が一番いいです。はい、そこに関してはすごいメリットあります。続いて16、15っていうイメージですかね。大体3時間と2時間差ぐらい。ここが3時間差、こっちが2時間差みたいな16と15ぐらいかな。デュアル eSIM も対応しております。はい、なので、こうまとめて、よいしょ、見ますと、16E、こっち16、15になってるんですけども、画面サイズがもう同じですね。見え方は、画面は一緒なんだけど、有機 EL にはなったんですけども、画面の明るさがやっぱりちょっと低いので、そこの差は感じるかもしれないですね。外に出た時とか特に。で、あとさっき言ったダイナミックアイランドは対応してないっていうところと、あとアクションボタンは15のみ対応してないというね、なんか変な感じにはなってますけども、ここはなんで対応してます。ただそんなに使わないかなっていうところはあります。僕は正直ね。で、バッテリーに関しては、これ最大でビデオ再生と、オーディオですね。ビデオ再生はストリーミング、Wi-Fi とか YouTube 見たりとか Netflix の方を、21時間とオーディオ再生90時間、音楽ですね。と18時間と、20時間。差は割とね、3時間ありますからね。iPhone16 と比べて。これ面白いなって感じ。で、チップは、iPhone15 だけ A16。あと A18 ですね。これ一緒にしとけばよかった。はい。で、Apple Intelligence がやっぱ対応してないんで、15がっていう、ポイントではあります、正直。で、賛否両論のマグセーフは 16E 対応してないと。で、充電端子はUSB-C、こちら対応してるんですが、16E の方はディスプレイポートっていうものをサポートしてないので、おそらく画面出力っていうのはできないんじゃないかなと思います。これは実際使ってみないとあれなんですけども、USB-C に挿して、例えばモニターに映すとかっていうことはできないので、AR グラスとか例えばつないで出すみたいなことはできないんで、16E 買う人は使わないかな、大丈夫と思いますけどね、正直ね。はい。あとカメラコントロールは16のみになってます。本体の重さとかもほぼ 34g 差ならほぼ体感差はないんじゃないかなと思います。で、価格が128ギガからになって 99,800 円。割高感は正直ある。で、16が25,000円差で 124,800 円。で、これが1万大体3000円差ぐらい。1万3000円差で、iPhone15 という形のラインナップ。で、256と512。こんな感じで、大体3万5,000円差あるのか。256だと。という感じなんですけども、すごいまとめると、とりあえず結論言った通り iPhone16 これ買えば、一旦迷ってるんだったらもう iPhone16 でいいと思います。で、間違いない。で、16E に関してはもうすごいバッテリーに関しては最強。もうとにかく使えたらいいっていう方向け。で、あとはなんか車用でのためにこれ作ったんじゃないかっていう話もありますね。バッテリー持ち良くて、10万以下なんで、この事務用品としてなんか税金対策的にすごいいいっていう。iPhone15 はなんで AI 機能がないんで、もうこの値段を買うんだったら iPhone16 買った方がいいよねっていう、理論ですね。ただ安いなんか中古とかならありな気もしますね。Apple Intelligence 別にそのパソコンで使うよとか iPad で使うよとかもできますので、割と古い機種ね、iPhone は最近の本当15 Pro とかぐらいしか対応してないんですけど、16ぐらいしか割と Mac とかiPad に関しては、2020年ぐらい M シリーズのチップ載ってるやつは、対応してるので、そういった使い方も全然僕はいいかなと思います。なんで一概に15が全部いけないってわけではないけど、この価格だったら公式で買うんだったら iPhone16 がいいかなと思いました。それかもう本当に割り切って 16E にするか、iPhone17 待ってもいい気もするけどね、正直ね。はい。あと半年ぐらいにはなるのでっていうところです。はい。まとめるとこんな感じにはなるんですけども、バッテリー持ちは3時間ぐらいいいと。16E をね。で、価格が大体 2.5 万ぐらい安いのと、超広角カメラ、マグセーフ、ダイナミックアイランド、カメラコントロール、さっき説明したところ、1枚にまとめるとこうなる。で、買い替えガイド。買い替えガイドか。もちろん迷ったら iPhone16 がおすすめではあるんだけど、今持ってる機種ごとに、解説していくと、今すぐ買い替えろ。さすがに iPhone SE の初代とかね、1とか2、2世代。ホームボタンついてるやつですね。とか iPhone11 以前のモデル、例えば iPhone 他10とかね、僕も使ってました。10R とか、8とか7とかね、ホームボタンがついてるやつとか、マグセーフがそもそも一押さえのモデルですね。
iPhone12 から入ったんで、これはもうさすがに変えていいと思います。だいぶ時間も経ってますし、ガタも来てるんじゃないかなと。バッテリーね、特に 80% 未満になってる方は買い替えた方がいいと思います。ここに関しては、17割ってもいいかな。いやーでももういいと思うけどね、16E でそんなこだわりなかったら。あとは推奨としては、iPhone11 シリーズあたり11 Pro とか Pro Max もそろそろね、カメラ性能的にはほぼほぼそんな変わんないですし、で iPhone12、12 mini あたりも、ミニとか特にバッテリー持ちがね、あんまり正直良くないんですよね。コンパクトなのはすごいいいんですけど、 iPhone SE3 世代あたりもそろそろいいかなっていう感じはします。このあたりも全然、割と推奨かなところはある。そろそろもう検討してもいいんじゃないかっていうところは、この12 Pro、Pro Max、ただ質感はね結構良かったりするんで、かな。iPhone13 に関しては若干もうほぼ検討の余地なしよりの検討っていう感じなんで、13は正直僕はいいかなって思ったけど、一応入れときました、こっちに。13ミニに関してはやっぱりバッテリー持ちとかを考えると、あんまりね買い替えてもちょっと検討してもいいのかなっていうところです。80% 切ってたりしたらね、バッテリー容量でもう検討の余地なしは、13 Pro とか Pro Max あたりはやっぱりねバッテリー持ちとかもそれなりにカメラとかもいいですし、一般もいいしね。あと iPhone14 以上14、15、16あたりはもちろんなんだけど値しないです。iPhone14 とほぼほぼ一緒だし、唯一本当に USB-C にね対応したぐらいかなとは思うので、ということで皆さんいかがでしょうか。このあたりぜひコメントいただければと思います。買いました iPhone16E。ということで、前回の動画ですね、16E の解説は詳細はこっちでやってますので、あと最近出た PowerBeats Pro とかPowerBeats Pro 2ねやってますので、ぜひ見逃さないように今のうちにチャンネル登録と、少しでも動画良かったなと思ったら高評価お願いいたします。表とかは貼っておきますので X とか投稿しますのでお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い週末、良い一日お過ごしください。じゃあまたね。いいと思う。16いいな。17なってもいいんじゃないかなっていうところはあるけど、現状のラインナップだったら16、これ1本です。無難というか16で間違いない。